応募したの3回目、元気でいたいなと思います。目標とかって走った方がいい。走らない方がいいです。めちゃくちゃ辛いラーメン食べたくなります。自分はそんなに価値がないじゃないですか。はい、こんにちは、松川です。早川です。この企画はボディメイクを3ヶ月間ヘアメイクを最後にして全く新しいご自身に変わっていただく企画でございます。もふちゃんさんですね。6ヶ月でオンラインで今回チャレンジしていただきます。応募が3回目になりました。初回よりも仕事をして歩くことを意識しています。若干体重が減ったなと感じています。でもやっぱりはっきりと体重や体型を変えたいですっていう応援したいと思いますので、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。動画はいつ頃見つけてくださったんですか？実は応募したの3回目でしてその間に痩せればよかったんですけど、痩せずにそのまま来てしまったので、夜中に通知が来てたのはずっと知らずにというか、朝目覚めたタイミングで見てみたいなというか、本当にびっくりしました。はい、本当に受かっちゃったんだって言っちゃいいですけど、本当に受かっちゃったんだ。はい、56歳ジムをしています、もふちゃんです。私が動物とか好きで、ウォンバットっていう動物なんですけど、体型がずんぐりむっくりしてるんで、それに似てるからっていう。10年前とかにもっと太っていたんですけど、15キロとかまで落としたことがあるんですけれども、そこからまたこう、じわじわと体重増えてきまして、やっぱり年のこともあるのか、なかなか代謝が上がらないのか、体調が悪いままでお腹周りとか結構すごくて、自分の力では体重とか落としただけじゃ全然落ちなくて、きちんとした指導を受けてやらないとダメなんじゃないかっていうのもありまして、健康で体型を戻したいというか、年をとっても元気でいたいなと思いまして応募しました。自分でこう目をそらしたいようなウエスト周りとか背中とか、そういったところを目に見えるような形で変えたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。ちょっと向いちゃいましょうか。手はさっきの正面のようにちょっと開く。 OK です。じゃあ乗っちゃいましょう。はい、でゆっくり。初めてこれ初めて。初めて。大きく息吸って OK です。集計しますので。集計がドキドキしましたね。OK です。出ました。はい。そしたらですね、今日の数値が体重が69キロ、はい、体脂肪率が 45.2%、ウエストが 93.5 センチになります。はい、今回半年だと思うんですけど、目標とかって理想の姿とかって体重は、とりあえず10キロ、はい、60キロぐらい。腕とか、二の腕、自分の力では何とも引き締めができなくて、例えば硬い脂肪、はい、触って硬いところはい、と柔らかいところって実は柔らかいところが落ちやすいんですよ。少し柔らかいっていうことはちょっと血流が良くなってるっていう証拠でもあるので、硬くないっていうことはプラスです。これから全然そこは落としていけると思うので、脇腹、この背中ら辺とかも、そうですね、このところが脂肪がたまる部位って普段動かせてない部位とも言い換えられるんで、ちょっと今日ここの脇腹とか背中の方を狙った種目、このまま一回引っ張ってこうすくまないように下げたまま、これちょっとやってみましょうか。フロントローとかローローとか、いろんな言い方ありますけど、もうまさにだからこれ肩こりとかにはストライクだと思います。そこら辺の血流も良くなるので引っ張っちゃいましょうか。この時にちょっと胸張ってもらって、ここの肩甲骨を寄せます。そう、グッと OK、 戻しちゃいましょう。完璧です。でもそうです。パーフェクトでした。完璧です。お疲れ様です。これからちょっと長期間ですけど、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。また本当に来月に来た時ぐらいにもっとなんか変わってるとすごく嬉しいですよね。絶対変わってると思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。は
お願いします。お願いします。なんかいろんなことに慣れてなかったので、バタバタしてます。はい。いきなり全部始まり。りましたからね。ここからはい慣れていくんで、ゆっくりやっていきましょう。はい。どんな感じでした朝ごはん？サラダチキンとブロッコリーとさつまいも。あ、納豆も食べました。お、完璧です。納豆やっぱ腸内環境にいいんで、早速トレーニングやっちゃいましょうか。はいダンベルまだ届いてないですよね。届いてないです。はい。膝は前出さないように。はい、5。いい感じですよ。OK。いいですね。そんな感じです。普通にかかとをつけてしゃがめないんです。ストレッチも重要になってくると思うんですよ。OK。めちゃめちゃ良くなってますよ。どこが効いてるとできてる。お尻とももの裏が若干使われてる感覚があれば OK です。はい焼き鮭とか、あと鶏ハムを作られる方多いかもしれないです。塩コショウとか、ポン酢とか、ノンオイルドレッシング、減塩とか使えるとさらに良くなるんで、当たり前のようになんかマヨネーズとかかけてましたよ。炒め物とかする時の油、うんあれ大さじ1杯で150、160キロカロリーぐらいあるんですよ。びっくりですね。揚げ物とか炒め物はなるべく避けた方がいいかもですね。やめるように頑張ります。お尻を一番上までグッと持ち上げます。いいですね。膝もうちょい外側に。OK で完璧ですよ。OK、下ろしちゃいましょうか。バッチリです。完璧です。すごい効きますね。これすごいですよね。はい、お疲れ様でした。はい。はい、失礼します。見る方が見ればどこにがかかってるっていうのはもう分かっちゃうんですね。分かっちゃいます。はい、OK、完璧です。まあ難しいです、本当に。ダイエットをするって。特に日本みたいに幸せな環境にいると。だからこそ価値があるんですよ、痩せられると。絶対みんなできないんですよ、そう簡単には。歩くよりも走った方がいいの。走んない方がいいです。走っちゃうと心拍数が上がりすぎて、脂肪燃焼というよりかは筋肉を減らしちゃうんですよ、結構。早歩きぐらいがちょうどいいです。日曜の朝です。海辺りをこんな風に散歩してたりしてます。朝の散歩の海に来ています。風が冷たいですけれど、お日様が当たってるととても暖かいです。お久しぶりです。あれなんかすっきりした感じがちょっとしますね。そうですか。いやお久しぶりですね。すごいクリスマスイブになりましたね。はい。池袋の駅のところでケーキの匂いとかしてるところかき分けてまいりました。花つお皆さんがパッというもう3割ぐらいちっちゃいですよ。いや、めちゃめちゃ変わってますすよ。ごい。なんかね、そうなんですね。毎日見てるからですよね。ちょっとずつ。そうですね。お願いします。緊張する。緊張しますね。少し歩くと結構活性化のそういうの今まではやっぱなかったですか。あんまりないですね。なんかドキドキの発表みたいな。よし、発表します。そしてまず初回ですね。はい。体重69キロだったのが、今日が62.2キロ。マイナス 6.8 です。すごい。やばくないですか？体脂肪率ですね。最初 45.2% が今日 41.2%。すごい。減ってますね。 4% 減ですね。すごい。ウエストですね。はい。初回 93.5 センチ。今日が85センチジャスト。おーい。なんでマイナス 8.5 センチですね。すごい。自分ではそこまでお腹周りってまだ結構ぷよぷよなんで、はい減ってると思わなくて、皆さんがなんか違うっていうくらい。しかもね、当初目標多分マイナス10キロぐらい行きたいなって言ってたと思うんですよ。もう1ヶ月目にして約7キロ。ここからまだ5ヶ月ぐらいあるわけなんで、そう考えたらもう楽しみでしかないですね。なんすかなんすか。ぜひ分けてください。嬉しい。ありがとうございます。みかんですか。みかんです。嬉しい。ありがとうございます。これ持ってきてくれたんですか。担いできました。すごい。嬉しい。もうトレーニングぐらいの重さ。めっちゃありがとうございます。みかん大好きなんでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。一日一個ぐらいは食べるように。多分最高齢ですよね。いやなんかここからガーッと行った後にここから行かなかったらどうしよう逆にドキドキして。大丈夫です。大丈夫です。とんでもないイケメン大先生がいらっしゃ落ちづらくなる時期は 100% 来ると思うんですけど、逆にもう早く来てほしいです。このままこのペースで減り続けたらそのうち骸骨になるんで。る。ちょっと怖いぞ。お尻を後ろにかかと重心になってもらって一歩前出ます。ここから5回いきましょう。1、2、
バッチリです。すごい。めちゃくちゃ上手です。いつも持ってるワイドスカート、胸の前だと思うんですけど、単純に重りが乗ってる位置が前なのか背中なのか、この違いだけです。軌道が固定されてる分、安定しやすいんですよ。あれぐらい倒しちゃって大丈夫なの。今何キロ？これがですね、15キロぐらいです。次20キロで上がる。かかと重心。5。あと2回。9。あ、いいよってね。息が一気に。ちょっといつもと感覚違くないですか、これ。はいね、いつもやってるスクワットが多分習慣化身についてきてるんですよ、はい体に。先生の組選んで。いやー、2人のなんか頑張りというかいいなって思いました。姿勢とか違うとすぐに言ってくれるんで、トレーニングすごくいい。あと5ヶ月か、いけるところまで。いけいっちゃいましょう。いけるところまで。最初はなんか60キロ切ったらいいんです。そうですね。もうちょっと。もう55は切りたいし、もうちょっと行ってもいいですか。50前半目指せますよ。目標はやっぱり高く持ってないと、朝一の有酸素も毎日欠かさず。すごいですよ。パン食べる前に絶対歩こうと思って。みかんあんだけ担いできてくれたんですよね。そこも筋トレですよ。皆さん紙袋とか持ってクリスマスプレゼントなんだろうなとかって思いながら。ありがとう少しなんですけど。たくさんでしたよ。見たことないぐらい。ありがとうございます。体感50キロぐらいありました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。日曜日のお昼のご飯風景です。ゆで卵とみかんです。おはようございます。今日の朝食の風景です。あまりいつもと変わらない食事内容になってます。すごいです。今日の朝食こんな感じです。撮りましょうか。一緒に撮りましょうかね。寒いですが、日が当たってるととても暖かいです。日光浴もいい運動になるといいな。お昼は全然変わり映えないんですけど、焼き鮭 50g、さつまいも、イカ、時々めちゃくちゃ辛いラーメンとか食べたくなります今日は近くの公園に来て豆大福とコーヒーうちから持ってきました。晴れるんでしょうか。まだちょっと雲が多くて、でも風がないのであまり寒さは感じません。ここまで少しウォーキングをして体が温まってるからかもしれません。朝のジョギングに来ました。今朝は雨が降ってるので今日傘持ってきました。トレーニングし他人と比べるっていうよりかは、自分が持ってるポテンシャルのベストを出すっていうのがその人のストーリーになるじゃないですか。体重をひたすらに落としていくっていうよりかは、体をきれいに仕上げるっていうことの方が目標なんで、ここにあった脂肪がなくなってるんだと思うんですけど、すごく自分で嬉しかった。なんか採血が取りづらかったって言ってたところに行ってみたいみたいな、かなり見えるようになったと思うんですよ。で夏って僕ちょっと痩せるんですよね。で冬の方が太るんですけど、してましたすごいすごい4、膝固定してしっかり、はい、OK、マッチ OK、いいですよ、戻しちゃいます今これ声入ってます？入ってます。もうやめちゃって大丈夫です。一回ストップです。はい。今15でストップって言ったんですけど、20までやってくれたんでもうこの辛いのがいいんですよ。辛くなかったら意味ないんで、コツコツとやるべきことまたお願いします。年々代謝が落ちてきて、とても自分の力だけではお腹の周りの浮き輪の肉を落としきれないと思っています。体重を落とすことも、それから体型を変えることもできないです。ぜひお力を借りてウエストとかを細くしてみたいと思っています。よろしくお願いします。ということで今日はもふちゃんの最終日ですね。薬部さんはだいぶ変わったよとおっしゃってました。めちゃめちゃ楽しみです。今までチャレンジされたモデルさんの中でも年齢も一番上だったはずなんで、非常に参考になる方も多いんじゃないですかね。ということで行きましょうか。よろしくお願いします。
ございます。お願いします。お願いします。じゃあ皆さん心の準備はいいですか？はい。3、2、1、どうぞ。うわすごいじゃないですか。すごいサイズだ。想像以上だよ。もう止まりましたね。なんか皆さんにちっちゃって言われるのがなんか夢みたいで身長変わらないで当たり前ですけど変わらないけれど厚みとかが減ってるので、いや本当にいただいたみかんくらいちっちゃくなってます。すごいですね、ヤクブさん。すごいですよ本当に。時間かけた方が4、50代ってなるとイメージ的にもちょっと痩せづらいっていう世間的なイメージもあると思うんですけど、今回57歳っていう挑戦で健康的に張りも残したままで痩せれてるんで、多分それ今から見れると思うんで、は楽しみですね。ワクワい。ク。ワクワクです。ではお願いします。二の腕すごい。本当だ。一番最初 XL サイズとかまず測れてたんですよ。今 S サイズすごいじゃないですか。ユニクロの XL から本当 S まで来ました。めちゃくちゃすごい。計測のアプリがあるじゃないですか。だから S って出て S って思って店舗に行って履いてみたら入ったからじゃんみよかたいな。ったです。メンタルのトレーニングをたくさんしてもらって、今日は緊張よりもちょっと興奮というか、興奮。はい、すごいドキドキ。揃えました数値。ちょっと発表していきます。初回の数値、体重が69キロでした。今日が52.6キロ、マイナス16.4キロ。おお。素晴らしいですね。体脂肪ですね。一番最初 45.2% だったのが今日が 32.9%、12.3% ですね。最後ウエスト 93.5 センチ、今日が 69.2、マイナス 24.3。おお。ちょっと素晴らしすぎません？すごいっすね。みたいな。ここの周りにどんだけあったんだっていう。なんか途中よく言ってくれてたのが、もうちょいできることがないかとか、今のこの生活で痩せれるのかなっていう不安すごい言ってくれてたんですけど、最初のうちに食事だったり運動だったりを習慣にしてるから出る言葉、周りから見たらすごい、でも自分は普通なんだよねみたいな意識が高い生活が続けられた成果が今こうやってね美しく出てるんで、偶然じゃないんですよこれは。そもそも痩せることが難しいんじゃないかってイメージ持たれてる方多いと思うんですけど、今回こうやって健康に美しく、中からの張りがあんまりなかったんですけど、いろんなところがついてきたというか、はい、本当に肌の色が明るくなったっていうのが一番いいんですかね。ちょっともらってもいいですか？プロアスリートって出てたんですよ。ちょっと仕上がっちゃいました。仕上がっちゃう。これインボディの結果なんですけど、もうちょい詳しく、体の筋量だったり水分量とか詳しく出る結果になるんですけど、最近測ったやつとかちょっと見てもらうと BMI とか 23.9 なんで、もう本当にめちゃめちゃ健康的ないい数値になってるんですよね。脇腹の筋肉ちょっと鍛えていきたいんですけど、斜め後ろにグッと引いて、そうでゆっくり戻す。ここら辺に向かって引く感じ。分かりやすく伝えて、このもうちょっと上の部分だよとか。オンライン上でもしっかりそこをね理解してくれて、やっぱ吸収が早かったんですよ。言ったことをしっかり実践してくれてたんで。不器用で運動神経悪いし、なんか道迷うし、自分が一番信じられない。でもそんなことないんですよ。はい。バッチリですね。ありがとうございました。長かったような、でもあっという間の
年でした。始まった時には本当に自分は続けられるんだろうかっていうちょっと半信半疑な部分もあったんですけど、今は本当に変わることができてよかった、やり遂げたっていう自信もありますし、体がちゃんとしてないと踏ん張りが効かないっていうか、何かあった時にも諦めるじゃないですけれど、投げやりになっちゃったりとか、やっぱり投げ出さずになんとか耐えてやろうっていう強い気持ちができました。もともとあんまり片付けとかそういったのが苦手で、体調悪いのとかが重なってて、そこで踏ん張るというか乗り越えるというか、いろんな習慣とかしてさせてもらって自分が本当に変わったなと思いました。ネット環境があるところだったらできるので、私はとても良かった。はい、自己肯定感が低いんですけど、褒めてちゃんと教えてくれるので本当にメンタルが上がりました。体調をやっぱり崩してトレーニングできなくて、お話だけでもできますかとか、話ができなければ大丈夫ですか、気遣ってくれて嬉しかった。いろんなことがそうですね、楽しくなりましたね。体重も減らないと思い込んでたところもあった。今回はここでゴールなんですけど、ここから健康とかこの体型を維持していくことがやってよかったんだよっていう一番の証明になると思ってるので、頑張って続けていきたいです。はい、ヘアメイクしに行きましょうか。はい、よよろしくお願いします。ろしくお願いします。どうでした？お買い物は。自分では絶対に手に取らないようなテイスト、皆さんが選んでくれるのがこういうイメージを持ってくるんだっていうのがびっくりしました。1年前です。1年ぐらい前です。履歴あるところはちょっと弱い薬で、攻めますね。薬2種類でいきます。よろしくお願いします。お願いします。ほとんどメイクしたことないみたいな。あ、そうなんですか。やってもそんなに入るわけじゃないし。そしたらだいぶ変わりますよね。絶対。私自身も見たことのない。百部さんはどんな方でした？クールな方なのかなと思ってたら、暑いし、でも優しいですね。本当に優しいの、なんか一言に尽きるような、いつもなんか肯定してくれました。パーソナルトレーナーが奥部さんってなった時に、第一印象っていうドキドキですよ。ドキドキだってあんなイケメンじゃないですか。モデルと言った方がなんかしっくりくる。ああ、これ本当企画じゃなかったら、私のトレーナーこんな人みたいな。見せびらかしたいくらいな。私もね、トレーナーだけどっていう。パーソナルトレーニングってすごいのよみたいな。私もイケメンと LINE してたのよ。お母さんの方が若いのかなですよね。しっかりしてますよね。皆さんも勉強してるし、筋肉は裏切らないとかって、私にも頑張ってくれる筋肉があるんだみたいな。とにかく不器用なんで、運動神経本当音痴だし、自転車乗れるんだとも言われましたね。そうね。メイクもだからできないのはそういうのもあります。髪負けないですよ。まっすぐ抜きます。全部抜いちゃって描いた方が簡単ますよ。それ結構難易度上がると思います。やっぱり眉毛ってちょっとこうふわってしてることが自然みたいな部分もあるんで、じゃああるのは感謝しなきゃダメなんだ。そうです。普段だったらこれに
眉マスカラでいいんじゃないですか。眉サロンか通う人多いですからね。眉サロン。眉サロンもう眉毛だけのサロンですよ。美容院みたいな感じで眉毛のはい。もうお手入れしてもらうところですよね。まつげもそうですよね。あね、マスカートもちもちですよもちもちねこ。のなんか吸い付く感じがローラメルシエのピュアキャンバスプライマーですね。これはもう潤いチャージですね。目の周りとか乾燥したり、パサパサすると疲れて見えちゃったりとかするのもあるので、エイジングサインが出やすいところとかに仕込んであげると、夏は夏で乾いたりもするんで。エアコンがあると絶対乾きますね。フューチャーソリューションインフィニトリートメントプライマーです。つけてきますね。明るくなりましたね。なんかまたそうなね。りましたなりました。トリートメント成分がたっぷりっていう感じなので、やっぱりつけてても安心というか。メイクアップフォーエバーの HD スキンハイドラグローファンデーション 1N14 です。メイクアップフォーエバーの最後シュシュシュってやるフィックスミストなんですけど、それで濡れたスポンジでちょっと叩く、伸ばす叩くすると、やっぱフィックスミストなんでよりフィックスされるし、あとやっぱツヤ感も出るからいいですよって。今日あんまり分厚く塗りたくなかったんで、足りなかったら後で足そうかなっていう。より一層肌が綺麗に。ね、こいつヤ感がアップしてる。シコのメロメロチーク、メロメロピーチです。メロメロ。すごい名前だよね。メロメロチークのメロメロ。ちょっと血色を与えたいなっていう感じで、これはちょっと白身の感じというか、なんかマカロンみたいなちょっと白っぽいカラーなんで、より高くなって血色がねとにかく大事なんで、可愛いねいいですね。ねこれのメイクアップフォーエバーのものですね。ちょっと一瞬マットになっちゃいますけど、崩さないためには必要かなと思います。今日はツヤっぽく。なるべくね、しっかりしてるんだけど、すごく自然な薄ね感じじゃないですか。意外と自然にやるって難難しいしいですよね。2分片眉ぐらいくらい。眉マスから塗ったらめっちゃ可愛いそう。めっちゃ変わると思います。さらに柔らかく。カットしてもらった時に重みが出るような、そんなのあんまり考えられずに切られてしまって、結構ねザクザク切られちゃってたので、縛るにしても縛れなくて、めちゃめちゃお怒りですね。ちょっとね優しい口調でめちゃくちゃお怒り。で今回綺麗になったらそこのねお店に行って、でもね店に行けたいくらいですよね。やめてください。そのプロフェッショナルあるあるで、本当にただのまっすぐな髪が羨ましい。あ、これいつですか？20歳、かわいい。髪型がわー全然違うんですよね。写真のテイストもあって味あります。味あります。味あります。高校出て仕事にはついてたんですけど、大学行ってました。夜間あ、夜間で。教員になろうかなと思っていて、教育実習まで行ったんですが、在学中に結婚して1人目の子供ができて2人いるんですけど、結局辞めてしまったんですね。結婚した時に父親の方に2人男の子についてたんで、そこから1回ぐらいしか別れた時にすごく寂しくなっちゃうから会いたくないって言ってそれっきりになっちゃって、ちょっと寂しくなっちゃうからお互い。なのでずっと自分がそんなに価値がないじゃないですけど、いやーすっごい綺麗に乗った。だからこのすぐ電池なくなる。翔太郎くん帰ろって言ってる。変換されてる？コーヒー作れ。入ってるね、後ろの音が。
人生の年表グラフで言ったら何歳の時が一番楽しい時期でした？東京の2部の大学行って会社の寮があったのでラグビーの試合とか見に行ってたり、ラグビーも好きだし、成人式の時にちょうどラグビーの日本選手権が国立競技場に見に来ました。振り袖着て。畑さんは？私なんだかんだいつも中2が一番楽しかったです。中2？友達と3人で作詞作曲じゃないけど作曲できないから全部ほぼラップみたいな。いまだにこれ世界変わっちゃうかもねみたいなっていうふうなこと言ってるから超楽しかった。そう。僕歌作ってましたよ。それ楽しい時じゃん。お兄ちゃんと鳥肌立ちますね。思い出すと。黒歴史みたいのが一番楽しいからね。ラップとかかけれるあったな。かけない方がいい。あ、いいよ、かけちゃって。そうだよね。めちゃめちゃむずいよ。めちゃくちゃ怒ってたもんね、オーバーにしてあげると。手がまつげがそうなんですよ。キラキラしてますね。目に光がパーって入るようになりますね。意外と遮断されてたんだ。ねえ、よくね年取るとまぶた下がるとかって上げると違うんだみたいな。コンタクト入れられなくてやっぱり涙めっちゃ出そうですね。コンサートとか行くのにねやっぱり見えなくてスマップは解散しちゃったああ、んで。お好きでした。はああ、その後好きになった人はいないですか？い。ボンバット。次なる推し。あ、動物ですか？グレープないかと思っちゃう。韓国のある意味アイドルですから自分が似てるっていうふうに言われてて、そうなんですね。いや本当にずんくりむっくりだったんですけど、似てなくなっちゃったんじゃないですか。そうですね。ねえ大丈夫だろうか。目がすごいキラキラでキラキラになりましたね。キラキラですね。いい感じ。違う感じどんどん素敵になって。美しい。ブルームダウンしますよね。ねえ、嬉しいです。ね、なんでこんな頑張れたんですか？自分にそんなにこう価値がないじゃないですけれど、思ってた時期があって、でもそれでもやっぱり助けてくれる人たちとかがいる。そういう人たちに対して私はすごく失礼なことをしてたんだなと思ったんですよ。自分を諦めてるってことを。自分のためにあんまり頑張れないと思ってたけれども、人にしたいって思ってるならばやっぱり自分のことにもやってあげなきゃダメだって思って、そこのちょうどタイミングにこの企画が本当笑っちゃうしかない。人生本当にいろんなことが起きるんですね。赤の方がなんか合いそうじゃない？リップライナーでちょっと上をふっくら描いて、その後にベージュのリップ、眉毛にポイントを置きたくて、眉毛はバーガンディみたいな赤みのあるものを使って、パウダーもちょっと赤いものを使ってポイントにしました。現場からは以上です。使わんやろ今んとこ。ねえ、もうちょっとセクシーっぽくなってきた。すごい違う。めっちゃ素敵。なんかセクシー感が出てる。どうしよう。どうしますどうします？実は応募したの3回目元気みたいなと思います。目標とかって走った方がいい。走らない方がいいですか？めちゃくちゃ辛いラーメン食べたくなります。ずっと自分がそんなに価値がないじゃないですけど。お疲れ様ですお疲れ様です。終わりました。楽しみすぎて時間長かったですね。立つのがいや、すいません。ちょっとはいい意味で想像つかないんで、どんな感じに仕上がってるかちょっと考えたいです。い、ぜひ見てほしいです。めちゃめちゃ違うんで一緒に行きましょうか。ちょっと行きま
お願いします。お願いします。いやちょっと緊張してる。めちゃくちゃ長かったですもんね。めっちゃ頭の中想像してるけど。後ろ向いてらっしゃるそのまま。もうやばい。じゃあ振り向いてください。どうぞ。やばー。めっちゃ若返りましたね。年齢の良さを分かってもらうような感じで仕上がってよかったなって。自信ですよ。最初の方自分が変わる想像つかないみたいなね言ってくれてたと思うんですけど、やばいっすよ本当に。職場の人めちゃめちゃ驚くんじゃないですか。期間中ヤクブさんっていうイケメンにやってもらえたのを言いふらしたかったって。もう言えます。もういつもずーっとなんか褒めてくれて上品になった感じがしません？めちゃくちゃ上品になりましたよ。だから餃子の匂いしなくて生ハムチなんか漏れてるんで。甘っ。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。